少年は自分の部屋に戻って持ち物を荷造りした。部屋を出ようとしたとき、部屋の隅に昔羊飼いだった時の袋を見つけた。それは片隅に押し込んであったので、長い間ほとんど思い出したこともなかった。誰か通りにいる人にあげてしまおうと思って、その袋の中から上着を取り出したとき、二つの石が床の上に転げ落ちた。ウリムとトムミムだった。その石は少年にあの年老いた王様のことを思い出させた。王様のことを考えなくなってから長い時が過ぎてしまったことに気がついて、少年は驚いた。スペインに帰れるように十分なお金を貯めることだけを考えて、彼は1年間働き続けたのだった。王様は、夢見ることをやめてはいけないよ。前兆に従って生きなさい。と言っていた。少年は石を拾い上げた。すると、あの年老いた王様が近くにいるような不思議なときめきを感じた。前兆は今こそ行く時だと告げていた。国に帰って元のように羊飼いに戻ろうと少年は思った。少年はその袋を拾い上げると他のものと一緒に別の袋に詰め込んだ。彼が階段を降りていくと、商人は外国人の夫婦の相手をしていた。他に2人の客がクリスタルのグラスからお茶を飲みながら店の中を歩いていた。少年が立っている場所から見ると、年老いた商人の髪の毛があの王様の髪の毛ととてもよく似ていることに少年は初めて気づいた。あの笑顔も年老いた王様の笑顔ととてもよく似ていた。確か王様は自分の運命を実現しようと努力する者を助けるためにいつも現れると言っていた。少年はクリスタル少年にさよならを言わずに出発した。他の人がいるところで泣き出したくなかったからだ。この場所と学んだすべてのことを懐かしく思い出すことだろう。僕はよく知っている野原に戻り、また羊の群れの世話をしようと彼は決心した。しかし、この決心にもはや幸せを感じなかった。彼は丸1年、夢を実現するために働いてきたが、今やその夢は重要さを失っていった。おそらく本当の夢ではないからなのだろう。ウリムとトムミムを手にしたとき、年老いた王様の力と意志が彼に伝わってきた。少年は街を歩いていくと、偶然にも最初の日に入ったバーに行き当たった。あの泥棒はそこにはいなかった。バーの主人はお茶を彼のところへ運んできた。僕はいつでも羊飼いになることができる。羊の世話の仕方を知っているし、それを忘れることはない。でも、エジプトのピラミッドに行くチャンスは二度とはないだろう。少年が暮らしていたアンダルシアは、ここから2時間しか離れていなかったが、逆に考えると、ピラミッドに2時間近づいているのだ。自分がなぜ羊の群れに戻りたいのか知っている。僕は羊たちを理解しているからだ。彼らは良い友人になるだろう。その一方、砂漠が友人になってくれるかどうかは僕にはわからない。宝物を探さなくてはならないのはその砂漠の中だ。もし宝物が見つからなくても、僕はいつでも国に帰ることができる。僕は今、十分なお金も必要な時間もある。行かない手はない。少年は急に幸せを感じた。彼はいつでも戻って羊飼いになることができた。クリスタルの商人になることもできるだろう。彼には夢があり、その夢を確実に思い出したのだった。彼はバーから出て行きながら、クリスタルの問屋の一人がキャラバンで砂漠を越えてクリスタルを輸送していたことを思い出した。彼はウリムとトムミムを手に握りしめた。この石のおかげでもう一度自分の宝物に向かって歩み始めたのだった。わしはいつも近くにいるよ。夢を実現しようとする者のところにな。あの年老いた王様はそう言ったのだった。問屋の倉庫にいて
ピラミッドがどれほど遠いのか調べてみよう。そのイギリス人は動物や汗や埃の匂いのする建物の中のベンチに座っていた。そこは一部は倉庫として、一部は家畜用の小屋として使われていた。彼は科学雑誌のページをめくりながら、自分がこんな場所にたどり着くなんて考えたこともなかったと思った。10年間大学で勉強し、その挙句こんな家畜用の小屋にいるのだ。しかし彼は前に進まなくてはならなかった。彼の人生と勉強のすべては宇宙に一つしかない本当の言葉を見つけるためだった。まず最初、彼はエスペラント語を勉強した。それから世界のいろいろな宗教を学び、今は鎮金術を学んでいた。彼はエスペラント語を話すこともできたし、すべての宗教も理解できたが、まだ鎮金術師にはなれなかった。重要な問題を解明したものの、彼の研究はそこから先へは進めないところまで来ていた。彼は鎮金術師、つまりアルケミストと知り合いになろうと努めたが、うまくいかなかった。アルケミストは変わった連中のようだった。彼らは自分勝手で、いつも彼を助けるのを拒んだ。彼は父親が残してくれた遺産を使って、世界中の図書館で莫大な時間を費やした。鎮金術に関する最も希少で重要な書籍はすべて購入した。ある本に何年か前に有名なアラビアのアルケミストがヨーロッパを訪れたと書いてあった。彼は200歳を超えていて、賢者の石と不老不死の薬を発見したと書かれていた。イギリス人はその話にとても感動したが、しかし砂漠の探検から戻ってきた考古学者の友人から、今まで見たこともないような力を持ったアラブ人の話を実際に聞くまで、そんなことは神話に過ぎないと思っていた。その友人は、アルケミストはアルファヨームというところのオアシスに住んでいる。彼は200歳でどんな金属でも金に変えることができると人々は言っている。と言っていた。その話を聞いたとき、興奮を抑えることができなかった。彼は他の約束をすべてキャンセルし、重要な本だけをひとまとめにしてここに来た。そして今、このひどい匂いのする倉庫の中に座っているのだった。倉庫の外では、サハラ砂漠を横断するためのキャラバン隊が準備されつつあった。キャラバン隊はアルファヨームを通過する予定だった。今こそ、忌々しい鎮金術師を必ず見つけるぞ、とイギリス人は思った。そこへ一人の若い男が大きな手荷物を持って入ってきて、イギリス人に挨拶をした。どこへ行かれるのですか？とその少年は聞いた。砂漠へ行くのです。イギリス人は答えると、その少年は本を取り出して読み始めた。その本はスペイン語で書かれていた。これは好都合だ、とイギリス人は思った。彼はスペイン語が得意だった。もしこの少年がアルファヨームに行くのなら、暇な時には話しかけることができるだろう。変だなぁ。本の最初にある葬式の場面をもう一度読みながら少年は言った。この本をもう2年間も読もうとしているのに、この最初の 2,3 ページから先に行ったことがないなんて。邪魔をする人もいないのに、彼は本に集中することができなかった。少年はまだ自分の決心を少し疑っていた。しかし、一つだけ分かったことがある。それは、決心するということは、始まりに過ぎないということだった。まるで急流に飛び込んで、その時には夢にも思わなかった場所に連れて行かれるようなものだ。宝物を探しに行こうと決心した時、僕はクリスタルの店で働くことになるなんて想像もしなかった。そしてこのキャラバンに加わると決心したけど、それがどこに行き着くのか、僕にとっては全くの未知なのだ。そばでイギリス人が本を読んでいた。彼はあまり付き合いの良いタイプではなさそうで、いつもイライラしているようだった。少年は本を閉じて、ウリムとトムミムをポケットから取り出して、その石で遊び始めた。
イギリス人は、それはウリムとトミムムだ、と叫んだ。少年はとっさに石をポケットにしまい込んだ。これは売り物ではないんだ。そんなに価値のあるものじゃないよ。ただの水晶でできているんだ。地球には何百万という水晶があるんだからね。しかし、わかる人には、それがウリムとトムミムだってことがわかるんだ。こんなところでその石を持った人に会うなんて思ってもいなかったよ。王様からプレゼントしてもらったんだ、と少年が言った。イギリス人は何も答えなかったが、彼は自分のポケットに手を突っ込むと、2個の石を取り出した。それは少年のものと同じだった。イギリス人は話を続けた。それは聖書にあるんだ。聖書にウリムとトムミムのことも書いてある。神様から許されている占いの方法はこの石だけなんだ。僧侶は金の胸当てにこれをつけているんだ。これは前兆かもしれない。イギリス人は半分独り言のように言った。誰が前兆のことを話したのですか？少年の興味はどんどん膨らんでいった。人生に起こることすべてが前兆なんだよ。誰もが理解できるのに、今はもう忘れられてしまった宇宙の言葉があるんだ。僕はその宇宙の言葉を探しているんだよ。僕がここにいるのはそのためだ。僕は宇宙の言葉を知っている人を見つけなければならないんだ。アルケミストをね。イギリス人がそう話したとき、倉庫の親方が、お前さんたち2人はついてるぞ。キャラバンは今日、アルファヨームに向けて出発することになった。でも、僕はエジプトに行くんです。と少年が言うと、アルファヨームはエジプトにあるんだぞ。お前は本当にアラブ人か？と言って、太った親方は言ってしまった。イギリス人は少年に、自分がウリムとトムミムを持った少年に会ったのは、決して偶然ではないと言った。そして少年に、君もアルケミストを探しているのかと尋ねた。僕は宝物を探しているのです。ある意味では僕も同じだ。とイギリス人は言った。私がキャラバンの頭だ。と黒い目の顎ひげを生やした男が言った。一緒に行く人々の生死は私が握っている。砂漠は浮気な女で、時には男どもを狂わせ、駆り立てるものだ。そのキャラバンには200人近い人と400頭の動物が集合していた。群衆の中には女や子供もいたが、ベルトに剣を刺して肩にライフル銃を持った男たちもたくさんいた。イギリス人は本をいっぱい詰めたスーツケースを何個も持っていた。みんなやかましかったので、キャラバンの頭は自分の言うことを全員に理解させるため、同じことを繰り返して言わなければならなかった。ここにはいろいろ違った人たちが集まっている。そしてみんなそれぞれ自分の神様がいる。私が使えるのはアラーだけだ。彼の名に誓って、私はもう一度砂漠に勝ち抜くため、できる限りのことをすると誓う。あなた方もそれぞれの神様にどんなことがあろうと、私の命令に従うと誓ってください。砂漠では命令に従わないことは死を意味するからです。人々はそれぞれの神様に守ってくれるように祈っていた。ラッパが吹かれ、みんな馬やラクダに乗った。少年もイギリス人もラクダを買ってやったので、ラクダの背中に乗った。キャラバンは東に向かって進んだ。午前中旅をして太陽が一番強くなると休憩し、午後遅くなってまた動き始めた。少年はイギリス人とめったに話をしなかった。イギリス人はほとんどの時間本を読んでいた。少年は砂漠を進んでいく動物や人々を黙って観察していた。出発した日と比べると今は全てが全く違っていた。出発した日は人々の叫び声や子供の泣き声、動物のいななきが入り混じって少し混乱していた。しかし砂漠に出ると絶え間なく吹いている風の音と動物のひづめの音だけになった。案内人さえもほとんど喋らなくなった。
一人のラクダ使いがある夜こう言った。私はこの砂漠を何度も越えたことがある。しかし砂漠はとても大きく、地平線はとても遠いので、人は自分を小さく感じ、黙っているべきだと思うようになるんだ。少年はこれまで砂漠に来たことはなかったが、彼の言おうとしていることは直感的に分かった。砂漠は年を取っていて、とても賢いように思えた。少年はラクダ使いが言ったことが直感的に分かったので、嬉しかった。彼もきっと宇宙の言葉を学んでいるのかもしれなかった。少年の母親は、そうしたことを虫の知らせと言っていた。直感とは、魂が急に宇宙の命の流れに乗ることだと理解し始めた。そこではすべての歴史がつながっていて、すべてのことが分かってしまう。そこにすべてが書かれているからだ。マクトゥーブ。少年はクリスタル商人のことを思い出しながらつぶやいた。キャラバン隊は一定の方向に向かって進んでいた。オアシスのありかを示している星を目指して進むのだった。人々は明け方の空にその星が輝いているのを見ると、自分たちがオアシスに向かって正しいコースを進んでいるのを知るのだった。そうしたことに何も気がついていないのはイギリス人だけだった。彼はほとんどの時間、自分の本を読みふけていた。少年も本を持っていて、最初の2、3日はそれを読もうとしたが、キャラバン隊を観察したり、風の音を聞いている方が、もっとずっと面白いと分かった。少年はそれまで本を開けるために何か大切なことを学べるという考えを持っていたが、ここでは本は必要のないものだった。少年は自分のラクダについているラクダ使いと親しくなった。ある夜、一緒に火の周りに座っているとき、少年は自分が羊飼いだった時の冒険についてラクダ使いに話した。またある時は、ラクダ使いは少年に自分の人生の物語を語った。私はエルカイムという町の近くにずっと住んでいました。私には果樹園と子供があって、死ぬ時まで変わらないような毎日の生活がありました。ある年のことです。作物がいつもより出来が良く、私たちはみんなでメッカに行きました。私は人生でまだ果たしていなかった義務をやり遂げたのです。幸せに死ぬことができると思うと、とても嬉しかったものです。ある日のこと、大地が揺れ始めました。そしてナイル川が堤防を越えて溢れ出したんです。そんなことは人には起こっても自分には絶対に起こらないだろうと思ってました。私の隣に住む人はその洪水でオリーブの木を全部失ってしまうのを恐れました。私の妻は子供を失うのを恐れました。私は自分が持っているものの全てがダメになるだろうと思いました。結局土地は荒れて、私は他に生きていく方法を見つけなければなりませんでした。だから今、こうしてラクダ使いをやってるんです。でも、あの災害は私にアラーの言葉を理解させてくれました。人間は自分の希望を満たす能力さえあれば、未知を恐れることはない。そういうことです。私たちは持っているもの、それが命であれ、物であれ、土地であれ、お金であれ、失うことを恐れています。でも自分の人生の物語と世界の歴史が同じものの手によって書かれていると知ったとき、そんな恐れは消えてしまうのです。時々彼らのキャラバンは別のキャラバンと出会った。一方は他方が必要とする何かを常に持っていた。それは全てが一つの手で書かれていることを示しているかのようだった。彼らは火を囲んで座り、ラクダ使いは嵐の情報を交換し、砂漠の物語を語った。また別の時は顔を隠した不思議な男たちが現れた。彼らはベドウィン族で、
キャラバンの航路を監視していた。盗賊や野蛮な部隊に関して警告してくれた。そして黙って現れ、黙って立ち去っていった。彼らは黒い服を着て、目元だけしか見えなかった。ある夜、一人のラクダ使いがイギリス人と少年が座っている火のところへ来た。部族間の戦争が始まったという噂があります。と彼は話した。少年は何も言えなかったが、空気中に恐怖感が漂っているのに気がついた。イギリス人が自分たちは危険にさらされているのか聞いた。ラクダ使いは、砂漠に出てしまってからは後戻りはできません。戻ることができなければ進むことだけを心配すればいいんです。危険も含めてすべては神様次第です。マクトゥーと言った。キャラバン隊は前より早く進み始めた。それまでも昼間はいつも沈黙を守っていたが、今は夜になっても静かになった。そしてある日、キャラバンのリーダーは夜火を燃やしてはならないという決定を下した。キャラバンに注意を引かないためだった。みんなは夜になると寒さから身を守るために動物を周りに並べ、その円の中に固まって寝るようにした。リーダーは武装した見張りをキャラバンの周りに配置した。イギリス人はある夜眠ることができなかった。彼は少年を起こして散歩に出かけた。満月の夜だった。少年はイギリス人に自分の人生の物語を話した。イギリス人は少年がクリスタルの店で働き始めてから起こったことにとても興味を惹かれた。それはすべてのことに当てはまる原則だ。錬金術ではそれは大いなる魂と呼ばれているんだ。君が何かを全身全霊で欲したとき、君はその大いなる魂と最も近い場所にいる。それはいつも前向きな力として働くんだ。これは人間だけに与えられたものではない。それが鉱物であろうと植物であろうと、地球上にあるものは魂を持っている。そして常に形を変えている。なぜなら地球は生きているからだ。地球には魂があるからだ。私たちはその魂の一部なので、地球の魂が私たちのために働いているということをほとんど認識していない。しかし、君がクリスタルの店にいたとき、そのクリスタルのグラスでさえ君が成功するように協力してくれたことに、君はきっと気づいただろう。少年は月を見ながらしばらくの間、そのことを考えてみた。キャラバンは昼も夜も進むようになった。顔を隠したベドウィンたちが前よりも一層頻繁に現れるようになった。そして部族間の戦争はもう始まったと説明してくれた。もしキャラバンがオアシスに到着できれば、それはとても運がいいことだと言っていた。動物たちは疲れ切って、人々はお互いにますます話をしなくなった。しかしラクダ使いはあまり戦争を心配していないようだった。ある夜、ラクダ使いはナツメヤシを食べながら少年に言った。私は食べているときは食べることしか考えません。もし私が歩いていたら歩くことだけに集中します。戦わなければならなかったらその日に死んでもそれは構いません。なぜなら私は過去にも未来にも生きていないから、今だけにしか興味を持ってません。常に今に心を集中していれば幸せになります。砂漠には人生があり、空には星があり、部族の男たちは人間だから戦う。そんなことがわかるでしょう。人生はお祭りのようなものです。なぜなら人生とは私たちが今生きているこの瞬間だからです。それから2日ほど経った夜、少年は寝る前に毎日目指してきた星を探した。地平線が今までよりも少し低くなったように思った。星が地平線の下の砂漠の中にあるように見えたからだった。ラクダ使いは、オアシスだと言った。では、なぜ今すぐ行かないの？寝なくてはならないからね。
日の出とともに少年は目を覚ました。目の前にはナツメヤシの木が砂漠の地平線に果てしなく広がっていた。やったぞ、イギリス人が言った。彼もまた朝早く目覚めたのだった。しかし少年は黙っていた。彼は砂漠の静寂をよく知っていて、そして木を見ているだけで満足していた。彼はその先、ピラミッドに着くまでまだ長い道のりを行かねばならなかった。そしていつか今朝のこともただの思い出となるだろう。でも大切なのは今という時間だった。ラクダ使いが言ったように、人生はお祭りだ。過去の教訓と未来の夢とともに、今に生きたいと思った。オアシスに着いた。少年は見ているものを信じられなかった。そのオアシスは彼が昔本で見たほんの数本のヤシの木で囲まれた泉のように小さなものではなく、スペインの多くの町よりずっと大きかった。300の井戸と5万本のヤシの木、数えきれないテントが広がっていた。彼らは着いたばかりの動物や人々に興味津々の子供たちにぐるりと取り囲まれた。オアシスの男たちは彼らが戦闘を見たかどうか知りたかった。女たちは商人が持ってきた布や宝石を求めて互いに先を争っていた。砂漠の静寂は遠い夢となった。キャラバンの旅人たちは絶え間なく喋り、笑っていた。まるであの世からもう一度人間の世界に戻ってきたかのようだった。みんなほっとして幸せだった。オアシスは住人のほとんどが女性と子供だけなので、常に中立地帯とされている。砂漠にはあちこちにオアシスがあったが、部族たちは砂漠で戦い、オアシスは避難場所として残しておくのだ。キャラバンの頭は苦労の末全員を呼び集めると指示を与えた。彼のキャラバンは部族間の戦争が終わるまでオアシスに留まることになった。彼らは訪問者であるからオアシスの住民と住む場所を共用しなければならなかったが、良い宿舎が提供されるはずだった。それがオアシスにおけるもてなしのしきたりだった。それからキャラバンの頭はすべての武器をオアシスの族長によって任命された人に渡すように言った。それが戦争の掟なのだ。オアシスには軍隊は駐屯させない。と頭は説明した。少年は宝物のことを考えていた。夢の実現に向けて近づけば近づくほど、物事は余計に困難になっていくようだった。年老いた王様が初心者の幸運と呼んでいたものは、働かなくなっているようだった。焦ってもいけないし、イライラしてもいけない。衝動に駆られて先を急ぐと、神様が置いてくれた前兆を見落としてしまうだろう。神様は前兆を僕の進む道に用意していてくださるのだ。少年はそう考えてから自分の考え方に少し驚いた。今まで少年は前兆を現世的なものと考えていた。食べたり寝たり、愛を求めたり、仕事を探したりするレベルと同じだと思っていたのだ。彼はそれを自分が何をすべきか示してくれる神様の言葉という意味では考えたことがなかった。彼は自分に繰り返してこう言った。そんなに焦ることはないよ。ラクダ使いのおじさんが言っていた通り、食べるときには食べる。動くときが来たら動くんだ。最初の日はみんな疲れていて早く眠った。少年のテントはイギリス人のテントとは離れた場所で、少年のテントには彼と同じ年頃の5人の若者がいた。彼らはオアシスの若者たちで、少年から都会の話を聞きたかった。翌日、少年がクリスタルの店で働いていた時のことを話したりしていた時、イギリス人がそのテントにやってきた。午前中、ずっと君のことを探していたんだ。彼は少年を外に連れ出していった。アルケミストがいる場所を見つけるのを手伝ってもらいたいんだ。最初二人は自分たちだけでアルケミストを探し出そうとした。おそらくオアシスの他の人たちとは違ったように生活しているだろう。そして彼のテントの中ではいつも火が焚かれているに違いない。二人はそこら中を探した。
しかしオアシスは想像以上に大きかった。何百というテントがあるのだ。ほとんど丸一日無駄にしてしまった。イギリス人は井戸の近くに少年と一緒に腰を下ろしながら言った。誰かに聞いた方がいいんじゃない？女性が井戸に水を汲みに来た。少年は近づいて、奥さん、こんにちは。僕はこのオアシスに住むアルケミストを探しているんです。その女性は、そんな人のことは聞いたことがないと言って、足早に立ち去った。そして逃げ出す前に、黒い服を着た人に話しかけない方がいいと忠告した。そういう女性は結婚しているからというのだ。彼らは伝統を尊重することにした。イギリス人は失望した。遠く長い旅が無駄だったように思えたからだ。少年もまたそれを見て悲しくなったが、もし運命を追求していれば、宇宙が成功を助けてくれるはずだ。少年はイギリス人に、僕はあなたから聞くまで、アルケミストという言葉を聞いたことがなかったんです。だから、ここにいる人もアルケミストと言っても何のことかわからないのかもしれません。イギリス人の目が輝いた。そうだ、誰もアルケミストがどういうものか知らないんだ。病気を治す人を探してみることにしよう。すると今度は一人の男が近づいてきた。人々の病気を治す人を知りませんか？アラーの神が病気を治してくれるよ。その男は言った。彼は見知らぬ人を明らかに恐れていた。あんた方は魔法使いの医者を探しているんだな。と言うと、向こうへ行ってしまった。もう一人の男が現れた。彼はもっと年を取っていた。手に小さな桶を持っていた。少年は同じ質問を繰り返した。どうしてそのような人を見つけたいのかね。ここにいる私の友人は、その人に会うために何ヶ月も旅をしてきたのです。もしこのオアシスにそんな人がいれば、すごく有名な人に違いない。オアシスの族長だって会いたいと思っても会えないほどだろう。まあ、戦争が終わるのを待ちなさい。そして、キャラバンと一緒にここを出たらよい。オアシスの生活にあまり首を突っ込まない方がいいよ。そう言うと、その男は向こうへ行ってしまった。しかしイギリス人は大いに喜んだ。正しい道に乗っているのだ。最後に黒い服ではない若い女性が近づいてきた。彼女は肩に水亀を乗せ、頭にベールをかぶっていたが、顔は隠していなかった。少年はアルケミストのことを尋ねようとして彼女の方へ近づいていった。その瞬間、少年は時間が止まったように感じた。大いなる魂が彼の中から突き上げてきた。彼女の黒い瞳を見つめ、彼女の唇が笑おうか、それとも黙っていようか迷っているのを見たとき、少年は地球上のすべての人が心で理解できる言葉を学んだのだった。それは愛だった。二人の人間の目が合ったときに、いつでも流れる力であり、この井戸のそばの二人の間に流れた力だった。彼女はにっこりと微笑んだ。それは確実に前兆だった。一生の間待ち焦がれていた前兆であった。それは大いなる言葉で説明を必要としないものであった。少年が感じたことは、自分が一生のうちにただ一人だけ見つける女性の前にいるということだった。そして一言も交わさなくても彼女も同じことを認めたのだった。少年はこれがマクトゥーブだと思った。イギリス人が少年をゆすって、さあ、彼女に聞いてみろよ。少年は少女に近づいた。彼女はにっこりと笑顔を見せ、少年も微笑んだ。あなたの名前は？ファティマです。少女は目を伏せて答えた。少年は彼女に、人々の病気を治す人を知りませんかと尋ねた。その人なら、世界の秘密をみんな知っている方だわ、
彼は砂漠の妖精と話をするのよ。少女は南の方を指さして、その不思議な人が住んでいるのは向こうの方だと教えた。それから彼女は水瓶に水を汲むと立ち去った。イギリス人はアルケミストを探しに行ってしまった。少年は井戸のそばに長い間座っていた。タリファにいたとき、東風が運んできたのは、あの少女の香りだと思った。彼女の存在を知る前から、自分が彼女を愛していたことに気がついた。次の日、少年は少女に会いたくて、井戸のところへ戻った。驚いたことに、イギリス人もそこに来ていて、砂漠の方を眺めていた。イギリス人は、僕は昨日夜中までずっと待っていたんだ。すると、アルケミストは一番星と共に現れた。僕は彼に自分が何を探しているのか説明した。すると彼は、今までに鉛を金に変えたことがあるか聞いたんだ。僕はそれを学ぶためにここまで来たのですって言ったんだよ。彼は、やってごらんと言っただけだった。少年は何も言わなかった。このかわいそうなイギリス人はずっと旅をしてきたのに、彼が今までに何度もやろうとしてできなかったことをやれと言われただけなのだ。少年は、ならやってみるんだね、と言うと、僕はやるつもりだ。今から始めようと思う。イギリス人はそう言ってしまった。その時、ファティマが水を汲みに来た。少年は、君に一つだけ言いに来ました。僕の妻になってほしいのです。あなたを愛しています。僕はピラミッドの近くにある宝物を探しに砂漠を越えてきました。自分にとって戦争は呪いだと思っていた。でも今、それが神の恵みだと分かったんだ。なぜなら、戦争のおかげで君に会えたのだから。戦争はいつか終わるわ、と少女が言った。部族の男たちはいつも宝物を探しています。そして砂漠の女たちは部族の男を誇りに思っています。彼女は水を汲むとそこを立ち去った。少年は毎日井戸のところへファティマに会いに行った。彼は羊飼いだった頃のこと、王様のこと、クリスタルのお店のことについて話した。彼女と過ごす15分間以外は毎日がとても長く感じられた。少年がオアシスに来て1ヶ月が過ぎたとき、キャラバンの頭は一緒に旅をしている者全員を呼び集めた。いつ戦争が終わるかわからない。したがって我々は旅を続けることはできない。戦闘は長くかかるかもしれない。おそらく何年も続くかもしれない。両方ともに大きな軍隊を持っている。お互いの軍隊の力のバランスが取れているために、このような戦闘は通常よりずっと長く続く、と言った。人々はまた生活の場に戻った。少年はその日の午後、ファティマに会いに行った。彼は彼女にその日の朝、キャラバンの頭が言ったことを話した。ファティマは、私たちが会った次の日、あなたは私を愛していると言ったわ。それからあなたは宇宙の言葉と大いなる魂について教えてくれました。だから私はあなたの一部になったのよ。私はこのオアシスで長い間あなたを待っていました。私は子供の頃からずっと砂漠が私に素晴らしい贈り物を持ってきてくれると夢見ていたわ。今、その贈り物が届いたのです。それがあなたなのよ。あなたは私にあなたの夢を話してくれました。年取った王様のことや宝物のことも話してくれました。そして前兆のことも。だから今、私は何も恐れません。なぜなら、その前兆があなたを私のところへ連れてきてくれたのですもの。私はあなたの夢の一部よ。そしてあなたの運命の一部なの。だからあなたにゴールに向かって
進んでもらいたいの。もし戦争が終わるまで待たなければならないのなら、待ってください。もしその前に行かなければならないのなら、あなたの夢を求めて出発してください。砂丘の形は風で変わりますが、砂漠は決して変わりません。私たちのお互いに対する愛も変わりません。マクトゥーブ。もし私が本当にあなたの夢の一部なら、あなたはある日私のところへ戻ってくるでしょう。少年はその日、彼女と別れるのが悲しかった。彼は自分の知り合いの結婚した羊飼いのことを思った。彼は遠い原野に行かなくてはならないとき、妻を説得するのに苦労していたものだった。愛は愛する者と一緒にいるように彼らに要求した。次にファティマに会ったとき、彼はそのことを彼女に話した。するとファティマは、砂漠は私たちの男を連れて行きます。そして彼らはいつも戻ってくるとは限りません。私たちはそれを知っていて、それに慣れています。帰らない人は雲の一部になり、谷間に隠れて住む動物の一部になり、湧き出る水の一部になります。彼らはあらゆるものの一部になります。大いなる魂になるのです。帰ってくる人たちもいます。すると他の女たちはいつか自分の夫も戻ってくるかもしれないと思って幸せになります。私はそうした女たちを見て彼女らの幸せを羨ましく思ったものでした。今、私もそうした待つ女の一人になります。私は砂漠の女です。それを誇りに感じます。自分の夫には砂丘を作る風のように自由に歩き回ってほしいのです。そして彼が雲や動物や水の一部となることも私は受け入れるでしょう。少年はイギリス人を探しに行った。彼にファティマのことを話したかったのだ。少年はイギリス人がテントの外に自分でかまどを作ったのを見てびっくりした。それはとても奇妙なかまどで、薪で火を焚き、釜の上には透明なフラスコが熱せられていた。イギリス人の目はキラキラしていた。これが仕事の第一段階だ。僕は硫黄を分解しなければならない。成功させるためには失敗をするてはならないんだ。この大いなる作業をやってみるのを避けていた第一の理由は、失敗を恐れていたんだ。僕は本当は10年も前に始められたことを今やり始めたんだ。でも20年間も待たなかっただけ、少なくとも僕は幸せだよ。彼は次々と火の中へ薪をくべた。少年は砂漠が沈む夕日でピンク色に染まるまでそこにいた。自分の疑問に砂漠の静けさが答えてくれるかどうか見るために砂漠に出て行ってみたいと思った。オアシスのナツメヤシの木を見失わないように注意しながら、彼はしばらくの間砂漠をさまよっていた。風の音を聞き、砂の感触を感じた。彼は石の上に座ると地平線を眺めた。少年は愛と所有の概念を区別しようとしたが、その二つを区別することができなかった。ファティマは砂漠の女だった。彼女を理解できるように助けてくれるものがあるとすれば、それは砂漠だった。少年がそこに座って物思いにふけっていると、上の方で気配がした。見上げると、2羽の鷹が空高く飛んでいた。鷹の飛び方には何か意味があるように思えた。突然、1羽の鷹が空を突っ切って、もう1羽の鷹を襲った。その時少年の心に一瞬だが一つのイメージが浮かんだ。剣をかざした軍隊がオアシスに攻め入るイメージだった。その映像はすぐに消えてしまったが、彼を振り上がらせた。彼はそのビジョンを忘れたかったが、心の中で、これは前兆だという声がした。本当に起こる気がした。立ち上がるとオアシスの方へ戻り始めた。ラクダ使いは
ヤシの根元に座って夕日を見ていた。彼は少年が向こう側からやってくるのを見た。軍隊が攻めてくるぞ。少年は言った。僕はビジョンを見たんだ。少年はラクダ使いに鷹のことを話すと、ラクダ使いはそのことを理解した。神様がこの少年に未来の一部をお見せになったのだ、とラクダ使いは思った。ラクダ使いは、オアシスの族長に話しなさい。軍隊が近づいていることを知らせなさい。と言った。そんなことをしたら笑われますよ。いや、彼らは砂漠の男たちだ。砂漠の男たちは前兆の扱い方には慣れている。彼らは、もしアラーの神が彼らに知ってもらいたいことがあれば、誰かが自分のところへ知らせてくれるはずだと信じている。そうしたことは前にも何回も起こっている。今回知らせるのはお前だ。少年はファティマのことを思った。そして部族の長に会う決心をした。少年はオアシスの中央にある大きな白いテントの前に立っている見張り板に近づいて、族長にお会いしたいのです。私は砂漠から前兆を持ってきました。と言った。見張り板はテントの中に入り、しばらくの間出てこなかった。やがて見張り板は戻ってきて、この場でしばらく待つようにと言った。夜が更けた。様々な戦士や商人がテントに入り、そして出ていった。やがてキャンプファイヤーが一つ一つ消されていって、オアシスは砂漠と同じくらい静かになった。この大きなテントの明かりだけが残った。何時間も待たされた後、やっと見張り板は少年に中に入るように命じた。中に入って少年はびっくりした。砂漠の真ん中にこんなところがあるとは想像もできなかったからだ。地面は美しいカーペットで敷き詰められていた。テントの天井からは金のランプが吊るされ、それぞれにろうそくが立てられていた。8人の族長たちがテントの奥にある豪華な刺繍を施したクッションに寄りかかって座っていた。少年はすぐにどの人が一番偉いか分かった。そのアラブ人は白と金の服を着て真ん中に座っていた。前兆のことを話す。この見知らぬ者は何者か？少年は自分が見たことを話した。我々がここに何世代も住んでいるのに、どうして砂漠はそのことをお前のようなよそ者に示すのか？それは私の目が砂漠に慣れっこになっていないからです。砂漠に住んでいる人には見えないものを見ることができるんです。オアシスは中立地帯だ。誰もオアシスを襲撃したりはしない。私は見たことを申し上げただけです。もし信じたくないなら何もする必要はありません。少年がそう言うと、族長たちは活発に議論をし始めた。少年には理解できないアラビア語の方言で喋っているようだった。やがて少年がテントを出ようとすると、見張り板が待っているようにと言った。少年は恐ろしくなった。ラクダ使いに自分が砂漠で見たことを話したのを少し後悔した。その時、真ん中にいた一番偉い族長がかすかに笑みを浮かべたので、少年は少しほっとした。議論は終わった。おもむろに少年の方を向いて、冷たい表情でこう言った。2000年前、ある遠い国で夢を信じた一人の男が牢屋に投獄され、奴隷として売りに出された。我々の商人がその男を買い、エジプトに連れてきた。我々は夢を信じる者は夢の解釈もできると知っていたからだ。この男はエジプトを上から救った。彼の名はヨセフと言った。彼もお前のように見知らぬ土地のよそ者だった。おそらくお前と同じくらいの年だった。我々はいつもしきたりを守る。
それがエジプトを上から救い、エジプトを豊かな国にした。どのようにして砂漠を越えるか、どのように子供たちは結婚すべきか、しきたりは私たちに教えている。そしてオアシスは中立的な領土だと言っている。なぜなら双方がオアシスを持っており、双方ともに攻撃を受けやすいからだ。しかししきたりはまた、我々は砂漠のメッセージを信じるべきだとも言っている。我々の知っているすべてのことは砂漠が教えてくれたのだ。長老が合図をすると全員が立ち上がった。明日、我々はオアシスにおいて武器を保有してはならないという協定を中断することにした。見張りを立てて敵を警戒する。太陽が沈んだら男たちはもう一度武器をわしのところに返す。敵が10名死ぬごとにお前に金を一つ与えよう。しかし武器は戦いで使わなければ引き上げることはできない。もし明日の終わりまでに武器が一つも使われなかった場合、それはお前に対して使われるだろう。少年がテントを出たとき、オアシスは満月の光だけに照らされていた。少年は自分の宿舎に向かって歩き始めた。少年は気が動転していた。大いなる魂に達することができたのに、その代償は自分の命になるかもしれなかった。恐ろしい賭けだった。しかし、明日死ぬことでさえ、他の日に死ぬことと別に変わりがあるわけではなかった。毎日は生きるためにあるか、この世からおさらをするためにあるのかの、どちらかだった。すべては一つの言葉にかかっている。それは、マクトゥーブだった。黙って歩きながら、彼は後悔していなかった。もし明日死んだとしても、それは神様が未来を変える気がないからなのだ。もし明日死ぬことになったとしても、他の羊飼いよりずっと多くのことを見てきたし、それを誇りに思ってきた。突然雷のような音がした。今まで経験したことのない風に吹き飛ばされて、地面に投げつけられた。彼の前に巨大な白い馬が恐ろしい稲鳴きを上げて、彼にかぶさるように後ろ足で立ち上がった。